さて、今日は車に乗ってどこに向かっているかと言いますと、こちら新島というところです。同じ漢字で東京都に新島という島がありますが、こちらは鹿児島県にある新島です。新島は一体どこにあるのか、Google マップ上で確認してみましょう。新島はここ錦江湾に浮かぶ小さな島です。ここにはどうやって行くのか、今滞在中のイルカゲストハウスと入れて検索すると、まずイルカゲストハウスから桜島に渡り、そこからぐるっと反対側に行って、そこから点々の線が伸びているので、おそらくまた船で行かないといけないようですね。行っちゃいそう。はい。というわけで今回は車で桜島に上陸しました。桜島フェリーに車を乗せたときは、料金は後払い制になります。車でカーフェリーを降りて、その後しばらく先に進んだ後にようやく料金所がありますので、ここで料金をお支払いします。現金で払う？なんかカードとかは。子供とかさ、なんか乗せてさ。桜島に着いたら浦の前港を目指します。浦の前港に到着しました。港には漁船が止まっています。この船で新島に渡ります。なお、新島に行くこの漁船は週3日1日3便しか運航していません。行かれる際は事前に、入念な計画をして行かれることをお勧めします。なんか密航するみたいだけど難民すごい。新島まではフェリーで10分ぐらいです。おつんこんにちは。何だったっけ名前？龍です。あ、龍くんだった。龍くん。こちらが島住人の和子さんと愛犬の龍くんです。港で見かけそうな感じの。そうそう。リードもあるんですけどね。まあ今まで何でも盗んでますよ。佐々木と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私埼玉県です。そうですか。はい。まあありがとうございます。お邪魔しております。初めてですよね。反対がこっから見るのは反対側なんですけど。はい。全然違いますよ。かっこいいですね。ね。苦かった。だけど粉にこのましたんです。これから和子さんによる新島のツアーが始まりますが、その前になぜ和子さんがここ新島でガイドを始めるに至ったのかを少しご紹介させていただきます。現在この新島の人口、和子さんご夫妻で2人いらっしゃいます。かつて最も人口が多かった1950年頃、島の人口はなんと300人ほど数えたそうです。しかし市街地への人口流出が続き、2013年ここ新島は無人島となってしまいました。和子さんももともとこの島の出身でしたが、進学などをきっかけに市街地へ移られた後、島の外での人生を長く続けられてきました。荒廃していくふるさとを見かね、2019年夫婦で新島への移住を決められたそうです。現在はここ新島で、島を巡る体験ツアーをやられたり、民泊などもされています。行きましょう。はい。まず新島を説明させていただくんですけれども、はい。この古地図はですね、242年前にこの島ができたんです。
242江戸時代です。へえ。そしてこの安永っていう年号だったから安永島っていうふうにこう書いてあるんですけれども、はいはい。いくつか何回かにわたってボコ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 海底からへーマグマが爆発してこう浮き上がったり沈んだりしたんですけど、へえ。今現在残ってるのがこの安永島だったり新島ですね。ああ、そうなんだそれ。とこの猪子島、棒だけなんですけど、はい周りは岩があるもんですから、船が座礁しないように。印が立ってるんだ。そうです、そうです、そうです。へーそこ引いたらこの岩だけはちょっと見えます。和子さんのご説明から想像するにきっとこんな感じだったのではないでしょうか。安永8年1779年、桜島は大噴火を起こします。この噴火で桜島北東海域に現在の新島を含む8個の島が誕生しました。後に海中に沈没あるいは合体して現在に至っています。済ませられるなっていうので、そうしてーん。 20年後に人が来たんです。あそこから20年後なんだ。 20年後に人を済ませて、じゃあ江戸時代にはもう人が住み出したんだ。そうなんです。そしへえ。てここですね、ここ鹿児島市内です。ここはい。桜島ですから、ここからフェリーに渡ってこられたと思うんですよ。はい。フェリーによってこういうふうに回ってこられて、ここは新島です。うん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 。だここ赤水ってあるんですけど、はいこう反対側に行くんですけど、ここから夫婦3家族と子供さん1人、そしてこの埋没鳥居って黒髪ってあるんですけど、そこから1組夫婦計9名で入植されたんです。あ、そう記録残ってるんだ。そのそれで指名を受けて、うーん。この前 NHK のプレミアムの取材に来られた県立図書館とか行って調べてくださったらですね、はい。私がですね、その赤水の夫婦3家族の1家族のへー母方ですけど、子孫です。だかへら戻ってきた意味があったのかなと。ー。もう人になへー。ってね、もうこれはもうこれで終わったのかいち。ああ、もうこの島もこらって決まったと日。もったいなかったというところで。まさに一番最初の選ばれし。いや、だから、へー。結果としてはそうだったんです。ねえ。不思議だね。ほんとだ。お宮さんを見させていただくために2年前にここに住んだんですけど、へー。先祖代々、社神社氏子代表みたいな感じで、うん見させていただいた経緯があったんですよ。あ、そうなだからんだ。もううちの血が生前土下化したいって言って、まさかこんななるとはですね。へ自分たちの時はカップルはできるし、で、子宝には恵まれるし、ここね、すごいパワーのあるところだから、ー。へ実際そうだからね、来られた皆さんにね、お伝えしてあげてって言って、うんうんまたこの看板っていうか作るのにね、じゃあなんかみんな頑張らないとなんかガチで祈ろう。ガチで祈らないと。ガチで祈りなさい。祈った子。ガチで祈った本当にね、軽石でできてるというの。うん。ここから新島のさらに奥深くへと入っていきます。崩れるとか大体、場所が同じらしいんですけど、はい。はい。軽石です。ああ、本当。これこういうのでできてるから波とか風によってさらわれてあ確かに小さくなっていくの。それで4キロが1キロになってる。でもじゃあ200年で4キロが1キロになっちゃったらちょっとなんと新島、誕生した当初は周囲 4km ありましたが、風や波で時間とともに島が削られ、現在はなんと1キロちょっとにまで小さくなってしまったんだそうです。すごい。今ブルこれすごいね、めっちゃ綺麗。はい、行きますよ。いいですね。
そしてクライマックスは桜島を目の前に空中ブランコです。年がいもなく大はしゃぎしてます。はい、戻ってきました。暑いからね。竜殿の。竜殿。さてよろしいですか。竜殿かわいい。暑いね。風景が。元気に泣いとる。暑いね。竜殿。見て見て。見て見て。はい、弾丸弾丸。もうもはや。もはや。今何分？ね、あ、そうそう言ってた。生えてるってね。おお、染み渡る。おいしい。しみる。これがあれかな。これチョコ？黒糖？うまっ。ねえ、なんかバタバタですいませんね。いや、ちょっともうよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。またゆっくりと。泊まれたりするんですか？民泊。民泊もさせていただいてます。またおいでね。一泊したい。明日ほらもう帰るけど。ありがとう。ごめんね。置いてください、置いてください、置いてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。また。ありがとうございました。新島とっても面白かったです。和子さん最高のガイドありがとうございました。また遊びに行きます。さて次回は鹿児島愛が止まらない西さんによる城山ガイド編です。どうぞお楽しみに。明治10年戦役薩軍大本営やと、ここに薩摩軍は本営を張ったんです。